能登のブリです。14.3 キロです。じゃあこれをさばいていきます。ブリとかカンパチとかハマチとか、はい、こういう青い魚、尻尾の方から背の方に向けて包丁を垂直にしてこう鱗を取る方法と、ブリに押し当てて包丁をこう滑らしながら取っていく、この方法とね2通りあります。包丁が切れないとどうしてもこれができないんで、家庭の場合なんかは包丁でこういう風にしてもいいし、金沢しとかでこう磨くのも、要は鱗が取れればいいんで、ちょうどこの下ろす時にちょうどここのとこ包丁が入るんで、ここに鱗があると包丁がこう入っていかない。なんでここをこう綺麗に落とさなきゃ、こういうとこ取る時はもうほんと包丁がいいですね。ただ難点は鱗が飛び散るんで、どうしてもここがこの黒いところ、この黒いところがこう包丁でやってもなかなか硬くて取れないんで、ここはこうやって削いでいきます。皮一枚削ぐ感じ、削がないといけないんで、ここはちょっと難しいかな。中骨に包丁を入れて落とします。それではお腹を割っていきます。こっちの逆さ包丁で刃を上にした形で肛門から包丁を入れて左へずっと滑らしていきます。厚みがこのくらいなので、このくらい切れればいいから、包丁の本当にこのくらい包丁入ってれば大丈夫です。これが油です。いいブリは油を見れば一発でわかります。かなり乗ってる。もうパンパン。内臓がもう油で覆われちゃってるんで。で、洗っていきます。ここに包丁を入れると、ここに血の塊があります。これをきれいに取ってください。家庭にある亀の子だわしとかたわしとかでも、あと歯ブラシとかでもいいので、この血合いが残ってると魚が臭くなります。これを完全にきれいにすることが一番大事かな。一番大事なポイントになります。はい。じゃあ下ろしていきます。まずこの腹びれの後ろのひれ、付け根のところから包丁を中骨に到達するまで包丁入れてください。左右ひっくり返してもらって、今度は背中の方から皮1枚と皮1枚ちょっときっかけの包丁を入れてください。中骨に沿って包丁を入れていきます。あばらのあばらかな、あばらを切ったらこれで型を出来上がりです。身がまだ新しいし、ここの辺の油がもう最高。こんな感じです。ここからまだ時間が経つと油がどんどんこう身の方に入って、反対側を下ろしていきます。この反対側を下ろす時はこういう感じで表向けてもらってこっちから下ろすやり方と、あと中側の状態、でこっちから包丁を入れていくやり方と2通りやります。やりやすい方でいいです。
じゃあ反対側下ろしていきます。反対側も、必ずこの下の方から下ろしていって下ろしていってください。さっきの反対側と同様、下から行って今度上で、先に包丁をきっかけで少し入れてから、次に中骨に沿ってで、この時にここにこうついてる、こう切っていくんですが、この身を持ち上げてこっちまで切るやり方もあるんだけど、それだとこのどうしても身割れをしちゃうことがあるので、せっかくの高級のブリなんで身割れをしないようにここでひっくり返して、逆にここを持って下ろしていきます。で、こんな感じですね。ぶり大根とかでもしこのね、中骨を使う場合は、血の塊をきれいに取らないと臭くなります。で、これは焼いても煮ても美味しいです。骨を叩くときに、ここに関節があって、この関節の中に包丁を入れると簡単に切れます。そうじゃないところ、こう切ろうと思っても、何回やっても切れない。この関節、ここですね。これ。つなぎの部分。これ多分こう動いてるあれになってると思うんだけど、ここに包丁を入れると簡単に切れます。これ何に使うんですか、こういうのは。これはほとんどぶり大根。はいはいはい。ぶり大根、焼いてもね、美味しいし。だしとかも出そうですね。ぶりしゃぶのだしに使ってもいいし。はい、じゃあ、ここから切り分けていきます。カマを落とします。この際、ぶりカマの塩焼きとかで、カマを多めに使いたい場合は、こういう感じでカマを落とすと、がっつり身もついてきますが、せっかくここが美味しいんで、ここを後で食べたいと思うんで、今回はちょっとカマの上側のこっちの背側の身はなるべくつけないようにおろします。あとヒレのこっち側から包丁を入れて、であとは、ここの腹びれに向かって、腹びれの付け根に向かってこのまままっすぐおろします。はい、これでカマを取りました。十分このね、腹の側の身はあるんで、ぶりカマにしても、塩焼き、ぶりカマの塩焼きにしても超美味しいです。まず、この状態でここのガンバラ、このあばら骨を取ってきます。包丁を逆さに入れて、逆さに入れなくてもこういう感じでもいいんだけど、あばらの骨に沿って、せっかくの大トロの部分なんで、ここは身をたくさん残すように切れちゃってもいいんで、このままずっと全部いっちゃってもいいんだけど、なるべく残さないようにしたいんで、今回はここで一回切っちゃいました。切れる包丁の方が薄く取りやすいです。はい、そしたら次に、半分に割ります。この中骨の脇の横に包丁を入れて、このように切ってください。でこの際、この中骨ギリギリで切った時にこっちに中骨がついちゃっても後でこう削げばいいんで、そこはあんまり気にしないで、次に腹側をいきます。同じようにこの中骨の脇に包丁を入れてズバーッと。そしたら今回はブリがでかいので、通常ブリがこのくらいのサイズだった場合はこのまま背と腹この2つに分けるだけなんですが、今回こうでかいのでこれ自体が幅があるので、
大トロ部分と分けちゃいます。こんな感じで分けちゃいます。じゃあブリしゃぶ作ります。なんと大トロのみ皮を引いていきます。これ皮引く時のコツとかあるんですか？包丁をね、こうまな板にこうなるべくこう押し付けて、はい。で角度はこうならないように、上の方に向かないように。そう、はい。で下の方に向けるんだけど、あんまり下向けると切れちゃうから、その加減がね多少難しいんだけど、下にべったり押し付ける、刃先をべったり押し付けるっていうなんか感覚で、こう引いてってもらえればいけますよね。こんな感じで綺麗に。この辺の色やばいですね。はい。実食します。先ほどさばいたブリの大トロのところだけしゃぶしゃぶです。豪華すぎます。そんなことしていいのかねって感じで怒られちゃいそうな。やばいねこれは。これはやばいね。いやもういいな。もういけますね。見てる場合じゃない。一口で全部いけそう。油乗ってますか？油乗ってるけどポン酢だから最高に相性が良くて、いや、とか溶けちゃうね口の中で。そんなになんですか？やばいよ。食べてみてね。じゃあちょっとやばいねこれは。一切れいただきます。すごい。もういけそうですよね。3秒ぐらいですよ。3秒、2秒半ぐらいかな。すごい、だってもうちょっと入れただけでも油が浮いてきてますもんね。これはやばいでしょ。溶けますね。やばいでしょ。すごい。トロ食べてるのと変わんないですね。あったかいトロ食べてるんで。はい。柔らかくてちょっと。トロのとことそうじゃないところもやっぱり一緒食べないと、これはちょっと贅沢すぎてバチが当たる。そんな感じですね。はい。機会があればやってみていただきたいですね。やってみてください。それではありがとうございました。